こんにちは。ミラノに住んで半年経ちました。ということで今日はミラノに住んでからもずっと続けている習慣とか、それから新しく始めたことなどをお話ししていきたいと思います。ではまずはじめに、実際にミラノに住んでみて、また前回とは違った視点で、今のなんかリアルなお話とか、なんか街の雰囲気とかお話聞かせていただいてもいいですか？前回お話ししたのがちょうど3ヶ月ぐらい経ったところで、今6ヶ月で、はっきり言ってしまうとやっぱりまだまだなんか観光のちょっと延長みたいな感じなんですけれども、でもやっぱり改めて感じているのが、本当にイタリア人っていいなっていうのはすごく感じてます。もちろん住んでいてきっと長く時間が経っていけばいろんなことがあると思うんですけど、現時点までではこの半年経っても一度もっていうことがなかったんですね。で、例えば言葉ができないということで自信がないわけですよ。買い物に行っても何をしても声もちっちゃくなっちゃうし、うまくできるかなってちょっと堂々とできないところがあるんだけれども、それでもお店の方たちとかみんな優しく耳を傾けてくれて、私のもうとんでもない発音から何から多分合っていないイタリア語も、でもこの人は一生懸命イタリア語を話してるんだっていうのをすごくこう感じ取ってくださって、辛抱強く聞いてくれたり、本当にそういう意味で気持ちがいいんですよ。あとね、例えばどっかの建物に入ったらお掃除をしてる方がいらっしゃるから、普通にボンジョルノ、こんにちはとか、グラッツェってありがとうとかって声をかけると、もうね、満面の意味で見てくれる、そういう日々のちょっとしたことがミラノに来て、人ってこんなになんか笑顔で迎えてもらったり笑って対応してもらうと、こちらまでハッピーになるんだなっていうのをすごく感じています。前回のね、その3ヶ月ぐらい前のあれではもうパンがバターがもちろんそれは変わらずそうなんだけれども、その時にねいただいたコメントで、でもエリコさん、ミラノのパンってちょっとパサついてるかもしれないけれども、それってオリーブオイルをつけて食べるから美味しいですよって言われたら、いや本当にそうで、ちょっとパサッとした感じがオリーブオイルと、うちの娘とかもそこにバルサミコもいっぱい入れて、もうお塩ガリガリってあってエンドレスで食べてるし、私もレストランに行ってパンが出てくると、またそのパンもお店お店ですごく違うから、この間行ったお店はもうもっちもちで、もうってちぎってもオリーブオイルたっぷりつけて食べてて、そういう楽しみも増えたし、レストランも基本イタリアンレストランしかないんですって言ってたら、やっぱりそれもコメントで、エリコさんってイタリア人はイタリア料理にすごく誇りを持っていて、あとは多分他の国の人たちと違うのは、お家で食べてるものをレストランでも食べたいんです。だから実際レストランに行くとあんまりメニューに差がない気がしてるのね。今こういろいろ言ってみると微妙に味付けとか違うけど、あるサラダとかパスタとかお肉料理のメニューがだいたいみんな一緒。それって多分ご家庭でも作れるものなんだけど、それをきっとこうレストランで楽しむというのがここのイタリアの人たちのスタイルなんだっていうのが、やっぱりそのコメントで教えていただいてすごく納得した。やっぱりこんなお隣でも違うんだって分かったり、イタリア語ってチャーミングよね。チャオって可愛いです。チャオってフランス語のサリュって、だからちょっとお友達とか親しい人に使う単語ってイメージがあったけれども、どこに行ってもチャオって言われるから、その距離感が近いのかなっていう。でもなんか英語の言うっていうか、その単語一つで終わるのとは違って距離感は近いけど、でも最後にグラッツィアレイって敬語でありがとうございましたって言ってくださったりするし、いいんですよ。ミラノに続婚というか。だってまみちゃんもすごい好きでしょ。イタリア大好きです。イタリアが好き。イタリアンが大好きなのと、気候もいいですし。気候もいいし、だからやっぱり気候と影響するのかな、このキャラクターに。でもきっとそれありそうですよね。陽気だし、だからジャン・コクトーがイタリア人はご機嫌な時のフランス人っていうぐらい、いつもこういう感じ。あとこういうね本もあるんだけど、ジェスチャー、身振り手振りのなんか本があるの。言葉わかんなくてもうとりあえずもうこうやってればいいって言われて、そうということですごい楽しんでるし、以前の
お話から3ヶ月経ってやっぱりあの時も好きだと思ったけど今ももっと好きです。でも、もっといてやっぱり3年とか4年いたら、言葉だけじゃなくってやっぱりもっとこの国の人たちの文化とか習慣に入っていけるからなんかやっぱそういう体験ができるならばしたいなって思います。キックボクシングはせっかく48からやっていたのが言葉の問題もあるのでなかなかいい先生が見つけられないまんま今に至ってて、でももう探すよりも何かを始めようと思ってピラティス始めたの。でね、私ピラティスって全く知らなくて、うち長女がやってて面白いよって言ってたけれども私はこう割とストレッチとかキックボクシングでいいやと思ってたのが言葉の問題があるしピラティスってやったことがないから、そうするとほらどうしていいかわからない。なので一生懸命サイトで調べて家の近所を探して見つけて、頑張ってねいろいろこう尋ね歩いたのって言って、もうまた片言のイタリア語でなんかこう見せてとか値段はとかって言ってで近くに見つけたのでそこにいて台があってこう紐とかボールとか使ってやるのを。でもまだ始めて1ヶ月なんだけれどもでも褒めてもらってなんかやっぱりもともとちょっと運動してるから意外とできるみたいで、でも最初はやっぱり本当に全く使い方がわからないからちょっと高かったけれどもプライベートで1対1で教えていただきながら今はそのグループレッスンに入って私以外みんなイタリア人だから全然先生にもイタリア語でいいですよってもう横の人のこうやって見ながらでも一度動きが分かってると多分こんなことだろうなっていうのでやってます。結構きつくないですかピラティス？すっごいきついですよね。もうこことか、なんか硬くなっていわゆるインナーマッスルを鍛えるんでしょ。でもうこれお尻のこことかもめちゃくちゃ痛いし本当に初めてプライベートでやっていただいた時家帰って疲れ果てててで今は時々夫と2人で行ってる。いいですね。だいたいどれくらいの頻度で行かれるんですか？で私は言葉も聞きたいというのもあって行ける時はもう週3日とかだからでも1時間弱でしょ。で本当徒歩5分ぐらいのところだからもう上にレギンスを履いた上にテロテロのパンツ履いても行ってやって帰ってくるっていうウーのドゥエトレとかっていうのも聞きながらこうやってます。あとみんながバーって喋りながらやってるから。そう喋りながらやるんですか？おしゃべりしてる人とかもいてインナーマッスルも鍛えながら耳もねそう耳もだから何の話してんだろうとか思いながらでもすごいみんな早口だから分かんないと思いながらとりあえず浴びるしかないなと思って。そんな感じです。いいですね。他に変わらず続けている習慣ってありますか？あとは本当に日常生活は例えば朝起きて自分にはレモンを絞って娘にはオレンジを絞ってで絞り終わると次女を起こしに行ってもうキスして起こすみたいなもうそういう毎朝の習慣は変わらないですし基本的には今までのルーティンというのは全くパリの時と変わらないですね。ミラノに来て美容面の変化っていうのはあったりしますか？ミラノもやっぱり乾燥してるしお水も硬水で、そんなに変わらない。ただミラノの方が空気がちょっともしかするとパリよりもさらに汚れてるのかなっていうのはすごくあって、例えば本当に白いシャツを着ててもパリもすごい汚れるけどこっちの方が汚れ度がすごいとか、ハイネック着ててももうハイネックのこの折り返し部分が、もう1日ですごい変化を感じるんですよ。で髪の毛も夫も言ってて私もそうなんですけど私前もお話ししたみたいに冬場とか本当に2日に一遍とかしか洗わないんだけれどもこちらだとなんかもう1日経つとペタッとしてくる感じかな。ほこりというのか、なんかそんな感じがしてだからちょっとより洗顔とかそういうことは、力を入れてするというよりももうちょっと時間かけて泡立てて落とすとか本当そんなことが変わったぐらいですね。なんか私にとってその毎日の肌とか髪の毛のケアとか、全部のケアって時々やることじゃなくてやっぱり毎日の継続なので毎日やってるから
形になって出てくる自分が気持ちいいと感じると思っていて、じゃあ例えば美容院に行ってすごいケアをするとか、エステに行ってケアをしていただくとか、今は美容医療とかも手軽にできるようになってるけれども、そういうことじゃなく自分ができることを自分で改善できること、自分でより良くしていけることは毎日やっていきたいなと思っていて、だから割と堅くなに東京にいてもパリにいてもミラノにいてもバカンス地に行っても変わらず本当に同じことをやり続けてます。そこにその時の状況に応じて一手間加えていくとか、そんな感じですね。基本はもうやり続ける。やっぱ継続は力なり。もうそう継続は力なりっていうとっても分かりやすい言葉で、本当に誰もが知っているこの言葉を私はひたすらやり続けてるという感じですね。犬抱っこして遊んですごいアピールしてきて可愛い。あと今は日本も変わってきていると思いたいんだけれども、どうしてもまだ若くあることにすごく世の中も女性自身もこだわってしまったりするけれども、若くあるというよりは私は若々しくいたいと思っていて、年齢はどうやっても重ねていくし、それに伴う変化っていうのは現れるんですけれども、そこに抗うんじゃなくって受け入れつつ、でも、いろいろ衰えていくスピードを緩やかにさせる努力というのは自分でできると思っていて、それはやっていきたいなと思ってるんですね。だから年齢を重ねてやっぱりシミも出てくるし、シワも増えてくるし、私も白髪も増えてきて、もうそれは誰もが共通して出てくることなので、私だけっていう問題じゃなく、みんなそれを体験してるので、でもちょっと若々しくいたいと思ったら、じゃあ日々のケアをちゃんとしよう。すごく日焼けをしたら、じゃあちゃんとその日焼け後のケアをしよう。いたずらにいろんなことをするんじゃなく、自分のこのありのままだけれども老化のちょっと衰えていくスピードを緩やかにする努力っていうのはし続けたいなと思っています。いろんなことが簡単にできるようになってるので、簡単にもしかしたら美しくなることってできるかもしれないんですけれども、私今57歳で30歳に見られたいとは思わないし、でもマイナス5歳ぐらいだったら嬉しいかなって、そこら辺目指してます。年相応でも若々しくいられたらと思ってます。で、私ここも1年半ほどブライトのエレキブラシプラスというのを日々のケアに取り入れてたんですね。そこに最近エレキリフトというのを取り入れるようになったんですよ。で、それがまた今までと違って日々のケアが楽しくなる、すごく楽にできるので、毎日今使っています。エレキブラシプラスという以前もご紹介したことがあるものは EMS の効果で頭皮から顔とか体とか全身に使えるものだったんですけれども、今回のこのエレキリフトというのは肌管理に特化しているものになるんですね。なので本当に肌の状態をよりいい状態にしていくために使っているものです。3つモードもあるんですか？そうなんです。で、3つモードがあって、ヒートとそれからクリーンとリフトというのがあって、これからヒートモードを使ってみますね。まずこちらのジェルを塗ります。はい、塗って、このエレキリフトのスイッチを入れて、そうするとモードを変えられるので、リフト、ヒートになりました。あと段階もほら、強さレベルができ決めれるのるんですか？だから今じゃ3ぐらいで温めていきます。で、やっぱりこうやって肌を温めると肌も柔らかくなっていく感じで、ほらお風呂に入って体を温めたりするのもそうですけど、やっぱり温めるのって大事なんですよね。そうですよね。なんか今温活というのも流行ってると聞きましたが、首元とかも気持ちいい。いいですね。やるとね、そちらの方も。あとこのヒートモードはもう本当に週に3回でいいので、例えば今日はなんかちょっと夜のんびりしながら映画でも見たいわとかいう時に映画見ながらもこうやってずっとやるとか本読みながらとか、でこれから暑くなっていくけれども、でも冷房をつけたりするからやっぱり肌って急に冷えたり急になんか緩んだりっていうのを
繰り返すじゃないですか、だから多分とても疲れてると思うので、やっぱりこうやって温めてあげていい形にほぐしてあげるというのは大事かなと思います。結構温まってきます。もうすごい温かいです。気持ちいい。なんかふわふわしてきてる、肌が緊張がほぐれてる感じ。それやっぱり温まって、じゃあ続いてはクリーンモードを使います。でクリーンモードはまずはこのセッティングするリングがあるので、これをまずこうやって外して、ほらもう磁石でプッて簡単につくの。そうでコットンをまずセットします。こうやってつくでしょ。でこの状態で化粧水をつけます。結構私たっぷりつけちゃう。気持ちいいのこれが。でまたスイッチを入れます。そうするともういきなりクリーンモード。これで振動するので、いくのこうやってクリーンだから汚れを落とすんだけれども、汚れを落としつつしっかりと化粧水が浸透していく、肌に吸い込まれていくような感じだから、本当に使った後こう肌が潤っているのが分かるので気持ちよくて、これは毎日使っていいものなんですね。私は結構気持ちいいので、朝晩使ってます。でも朝晩使って大丈夫だということなので、汚れしっかり取らないといい成分も入っていかないですよね。毎日洗顔してると結構乾燥がすごくって、このモードを使えば乾燥をせずにちゃんと汚れを取れて、乾燥がひどい時とか、あとどうしてもパリもミラノも香水なので、やっぱり肌がゴワゴワしたり、それこそ肌質的にお水が合わない方とかはできれば避けた方がいいじゃないですか、そういうお水を使う機会を。なので私は朝晩2回使ってますね。で最後はリフトモードを使います。クリーンでリフトになりました。で私は意外と強いのが好きなんだけど、3ぐらいでいきますね。でこちらを使ってこうやって、おおすごい、ちょっとこう目とかピキピキしてるの分かるかな。ピキピキする目の周りとか口元とか、すごい、うわすごい、ほら今化粧水を塗った肌にやっぱりこの EMS の効果をより発揮してもらうためには、化粧水などでお肌をこう潤してから使ってくださいということで。でこちらも毎日使えるので、例えばクリーンで汚れを取ってこうしっかりと保湿をした肌にローションをつけて、さらにこうリフトアップしていくというか、いいね。なんか本当にこう電気が流れて、こう内側からこうすごい動いてる感じなんですよね。だからこれでリフトアップ効果が期待できます。ブライトのエレキブラシプラスとも結構違いますか？違います。あちらもピクピクするんですけど、例えば私はこれは朝使ってあちらは夜っていうのと、こちらの方が面がちっちゃいので、こういう細かいところにすごくこう行きやすい。ブラシの方がこうほらブラシでもっと広い面なので、もっと全体的に、だからあちらは体にも使えるし頭皮にも使えるんですけれども、より細かくアプローチできてる感じがしますね。どんな感じだろう。でも引き上がってる気がします。どうでしょう。このもちもち感が本当にこうね、これうまく伝えられない、私のリポート能力がないからでもこの手をこう当てた時の感じが違います。こちらの方が本当にこう柔らかくて柔軟性が出てきたというか、ふわふわな感じですね。やっぱり顔も毎日使ってるから、なんかこう温めて柔らかくしてきれいにしてリフトするというのはすごく理にかなってると思います。ということですごく気に入っていて、私は今完全にこれはルーティンに組み込んでるんですね。なので朝はコットンに化粧水をつけて、まずクリーンモードでやって、でそれからこうリフトモードで
使うという感じですね。でそれも時間がある時はたっぷりやるけれども、もう時間がない時は本当にチャチャチャなんですが、やるとやらないとでは全然違うので、継続は力なりなのでやっています。であとはそのヒートモードっていうのは本当週に3回だから、なんか今日時間があるなとか、例えば撮影があってちょっと顔が緊張してたなとか、例えばミーティングで結構発表して疲れたわとか、そういう時に肌をこう温めてあげて、ケアをしていくという、そういう使い方をしています。リラックス面でもいいですね。リラックス面でもいいし、トータルで多分これ全部やっても10分ぐらいなので、ちゃんとその時間を取れる人は毎日できたらいいし、ダメでも例えば5分でもやるとやらないとでは全く違うと思うので、そういう意味で私も無理せず、でも手軽に気軽にできるので使っています。いいですね。積み重ねが大事ですもんね。積み重ねなんですよ。だから本当にこれもルーティンに入ってくると、毎日顔を洗うとか歯を磨くのと一緒で、全くその時間が苦にならなくなるので、そこに行くまでには繰り返していかなきゃいけないんですけれども、組み込んでしまったらもうやらないとやっぱり一日がスタートしないとか、一日が終わらないっていうふうになるので、やるべきことというか、自分が心地いいと思うことは一つずつ続けてって、もうこれをパッケージにして、っていうのが一番いいかなと思っています。今回私もすごい気に入っているということで、めちゃくちゃびっくりするようなキャンペーンを組んでくださいました。ゴールデンウィークも近いし、やっぱりこれから暑くなってきて肌の状態も変わっていくと思うので、ぜひぜひちょっと皆様にはトライをしていただきたいと思うんですが、概要欄それからコメント欄のリンクからなら、こちらのエレキリフト、これがね税込みで58,000円、それに加えてこちらのエレキリフトジェル、それからさらにちょっと私が開けちゃったんですけど、コットンが7枚、さらにこの V リフトマスクというのが1枚セットについて、これがね普通だと税込みで61,800円なんですよ。なんですが、このセットになんと42,000円オフのクーポンがついて、つまり19,800円税込みでご購入いただけるというキャンペーンを組んでくださいました。私は今回ブラックを使ってるんですけれども、この他にブルーとピンクもあるということで、この3色の中からお選びいただけますというすごいキャンペーンになっているので、ぜひ皆様には本当にトライをしていただきたいんですが、何度も言うように結構っていうキャンペーンなので、先着100名様限定ということになっています。めちゃくちゃお得ですね。そう、めちゃくちゃお得。とにかく100個限定ということなので、ちょっと気になるなという方は概要欄それからコメント欄からぜひ購入をちょっとトライしてみていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今日はいろいろちょっとミラノの生活でも継続していること、そして新たに始めたことをご紹介いたしました。もう実はね、ミラノ生活もちょっとカウントダウンが始まってきてしまってるんですけれども、引き続きいろんなことを楽しみながら、もしかしたらまた3ヶ月後にこうやってお話ししたらまた違う発見があるかもしれないので、また楽しみにしていていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。